皆様ご視聴ありがとうございます。今回なんですが、久しぶりの中国シリーズということで、以前から気になっていた中国の重慶に向かいます。関西空港からスカイチームのアモイ航空が重慶行きの直行便を出しているので、今回はそちらの便を利用します。ちなみに重慶市は人口3200万人以上が暮らす中国で一番の最多人口都市で、さらに一つの町に暮らす人口の数では世界最多都市とされています。中国の首都北京がおよそ2200万人と言われている中で、それをはるかに超える人々が暮らす超メガシティです。東京、大阪、愛知の人口を全て足しても及ばない人口って、もはや想像がつきません。中国文明の起源と言われる大きな河川、長江沿いに沿って栄えた重慶市。重慶市は上海や北京と同じく中国政府の直轄管理都市となっています。また、中国の中でも反日思想が強いエリアとされ、反日デモが起きると重慶はよく取り上げられるので、日本人の方もニュースで聞いたことがある人が多いかもしれません。ただこの件については前回の南京市訪問と同じく行ってみないと現実はわからないと思うので、今回訪問して空気感を体験してきます。また重慶では日本では大人気の火鍋発祥の地としてされております。辛いものが大好きな人にはたまらない場所かもしれません。それではご覧ください。ということで関西空港に到着しました。今説明した通りですね、これから久しぶりに中国シリーズということで中国の重慶に行きますんでね、それで乗る航空会社がアモイ航空、スカイチームのねなります。もうチェックイン始まってると思いますので行きましょう。はい、こちらですね、重慶チョンチンと読みますね。これなかなか読みにくいと思いますけど、アモイ航空の MF8654 便、こちらに乗っていきます。久しぶりに中国のトランジットビザを今回使います。この手続きがね、上海とか北京とかだったら早いんですけど、重慶とかどうなのかっていうところがありますよね。今まで南京とか大連でもちょっと手こずったことがあるんで、日本初なんでね大丈夫だと思いますけども、海外から行くと結構意思疎通が難しかったりするんですけどね。でこのトランジットビザの、概要っていうのは、何度も説明してきてますけど、144時間滞在することができる特別許可をアライバルでもらうことができます。ただその条件として第三国に出国するチケットとホテルの予約確認書、それをね見せて登録する必要がありまして、今回は第三国のチケットを持っておりますので、手続き上の準備っていうのは終わっております。最近中国もだいぶ緩和しておりまして、他の国々でもねこのビザなしで行けるという風になってきてるんですけど、日本はまだ対象外ということで、これは多分政治的な要因が結構あるんじゃないかなということで、今まで日本人はね14日間だかノービザで行けたんですけど、他の国より解除が遅いという現状が起きております。仕事以外で中国に行く人っていうのは正直日本人の割合では少ないと思います。逆に中国人はめっちゃ日本に来てるんですけど、中国の旅行が好きな人はね行ったりはするんですけど、だいたいチャイナ行きの飛行機は乗り継ぎでヨーロッパとか行く人が安いチケットで買ってるか、日本人ですね、それか仕事で行くかっていう感じの人がほぼほぼだと思います。ということですんなりとチェックインの方完了いたしました。いつも通りでしたね。普通にどこに泊まるのか、何日に出国するのか、帰りのチケットの、予約確認書見せて、であと書くだけ、あとは向こう着いてからどうなるかっていうところですね。隣のお客さんがね日本人だったんですよ。その隣も日本人だったんで何人かいるみたいで、私と同じ手続きしてたんで、皆さん多分トランジットビザだと思います。なんで流れでいけるんじゃないかな。であとね、チョンチン重慶まで結構遠いです予約のチケット上だと4時間55分になってるんで、遠いですよね。バンコク行くのと変わらないぐらいの時間じゃないかな。今回のチケットはめちゃくちゃ安かったです。片道ね税込み全部荷物も込みで、16,500円で、座席も前の方を選べましたんで、今のところ隣はいなかったですけど、でも中国人の人いっぱいいるんでね、満席に近いでしょう。はい、それじゃあ行ってきます。とりあえず保安検査行きましょう。はい、今たまたまなんですけどね、 YouTuber のハルさんがいまして、5分ぐらい立ち話しました。あと関空新しくなったんですよね、保安検査場が。ということで保安検査と出国審査終わりました。めちゃくちゃ早いね。自動化ゲートの数もすごかったですし、保安検査場めっちゃ広いんで、あんだけ人いても早かったです。素晴らしい。
確か15番ゲートの前に ANA のラウンジがあったと思うんで、それがプライオリティバスが11時から入れるんで行きましょうか。シャトルがすごい混んでたんで列ができたんで、もう歩いていきます。真逆ですね、自分が乗るゲートと。ちょっとめんどくさいな、行くの。久しぶりに関西空港の ANA ラウンジ入りますね。こちらです。なんかすでにカレーの匂いがしますね。それでは ANA ラウンジに入りました。そんなに混んでなかったですね。今ちょうどお昼前ぐらいなんでカレー食べて、全部茶色くて炭水化物ばっかなんですけど、これ食べてからもう早々とゲートに行こうと思います。あと1時間ぐらいで登場ですね。それじゃあラウンジ出ます。それで今アモイ航空の飛行機がちょっと遅れて到着したんで、出発も遅れると思います。こちらの飛行機ですね。ということで重慶行きの飛行機ね、今搭乗開始になりましたんで行きます。ありがとうございます。それではゲートくぐりました。結構日本人の人いるんですね。あと日本航空 JAL とのコードシェア便みたいですね。日本人の人が結構いるのは多分乗り継ぎかもしれないですね。ということで機内に入りました。737ダッシュ800ですね。モニターとかもなくコンセントも何もない、かなり古いタイプの飛行機ですね。窓が四角い、窓がこんな感じで四角いんで、座席はかなり前方ですね。エンジンの前、今のところお客さんが隣にいないですね。頼んでもないんですけどブランケットくれました。5時間って結構ありますからね。全員に配ってんのかな。飛行機の到着は遅れたんですが、出発がねもともと13時45分なんで、ほぼ定刻に行きそうですね。で隣ね、もう間もなくドア閉まるんですけど1列で独占で行けそうです。素晴らしい。何のステータスもないノンステータスなんですが、一応ねデルタ航空のマイレージは登録してるんですけど、ということで13時38分ドアが閉まりました。来なかったです。やりました。5時間ちょっと長いからね、1列使えるのめっちゃありがたい。久しぶりにがっつり中国系の航空会社で移動ですね。先日キャセイパシフィックは乗りましたけど、あと中国で入国して今回ね重慶で3日間過ごしますんで、その様子は次回の動画になると思いますが、ちょっと楽しみですね。今年は数多くの中国の街に行きましたんでね。アモイ航空は過去に乗ったことありますが、日本初でもやっぱり同じでしたね。まだ飛行機動いてないんですけど機内食が配られ始めました。まずナッツかな。本次航班全程禁烟，严禁 not be used during the entire flight, and the mobile phone shall be 物品。あと久しぶりに中国系の航空会社に乗りましたけど、 CA さんが本当美人ですね。若いですし、それがどの航空会社に乗っても大体そうっていうのがすごいと思いますね。やっぱ人口が多いからですね、より優ってるんでしょうけど、みんなバッチリ化粧はしてますけど、スタイルと、あとどう見ても若いですよね。すごいと思います。乗務員は座りのお客様は窓のシェードを開け、再次确认安全带扣好，请进。ということで離陸して10分ぐらいが経ちました。水が配られました。アモイ航空の水です。先ほどのナッツに続きまして
機内食来ました。あったかいね。おしぼりもくれましたね。日本じゃないですねこれ。あとこれ関西空港の詰め込みじゃないですね。中国で積んだやつだと思います。弁当箱スタイルですね。開けてみました。なんかお菓子の詰め合わせみたいな感じですね。これおしぼり、パンが入ってますね。パンがパンパンです。ダジャレじゃないです。これもそうですね。これヨーグルトかなと、ちょっとよくわかんない黒いゼリー。多分これ美味しくなさそうだな。はい、こんな感じのパンですね。なんかトウモロコシが乗っててハムかな。こんな感じですどう説明していいかわかんない。ちょっと食べかけですいませんけど、まあ、普通ですね。可もなく不可もなく、まあ特別美味しくはないです。これはマドレーヌみたいなやつですかね。あとですね、中国に行ったことがある人だったら結構知ってる人多いと思うんですけど、中国の人たちってね、ヨーグルトはね食べるんじゃないんですよ。飲むんですよ。だからストローをぶっ刺してこれでチューチュー吸うみたいなスタイルが多分一般的なんだと思います。ホテルとかでもそういうの多いですし、機内食もヨーグルトが来るとスプーンじゃなくてストローが来ますからね。あとね、この黒いゼリー美味しくなさそうって言いましたけど、多分これねおそらくね亀ゼリーですね。亀って感じが書いてあるわ。あと薬草の感じかな。戦争ゼリーの亀ゼリーみたいな。戦争ゼリーか亀ゼリーかどっちかだと思いますね。ちょっと一口食べてみましょうか。亀ゼリー自体はね食べたことあるんですけど、一口食べてみましたけど味はね悪くないですね。ゼリーの食感も結構もちもちな感じで美味しいんですけど、やっぱどうしてもやっぱ亀のイメージがあるとね、ちょっと頭の中で想像しちゃいますよね。できればもうちょっと甘みがあった方がいいような気がしますが、やっぱ漢方みたいな味がしますね。これ本当に亀なのかちょっと分かんないですけどね、後で調べてみますけど、戦争ゼリーの類だと思いますけどねでも亀って漢字が書いてるから多分間違いないと思うけどな。はい、意外と美味しいです。それで今最後ドリンクを配ってて、でコーヒーとかジュースとか紅茶とか、何でもあったんですけど、それで自分はコーヒーを頼んだんですが、もうこの最初から作ってある甘い激甘のコーヒー一択だったんで、今もらった後気づいたんですけど、すごい甘いですね。であと超ぬるいまあでもこれ飲みます。ということであれから爆睡してたんですけど、もう間もなく着陸態勢ということでかなり早いですね。40分か50分ぐらいは装着なんじゃないかな。いいことですね。早く着くなら着く方が楽なんで。For your safety, please make sure your seatbelt is securely fastened. とりあえず無事に重慶国際空港到着しました。重慶の街はめちゃくちゃ巨大なんで空港が3つあるらしいんですよね。であと、何々省っていう枠ではなく、中国政府の直轄管理の、街になります。ということで初めての中継です。緊張しますね。ということでこの後ねトランジットビザの申請なんですけど、サクッといけることを信じております。なんか変なことにならないように。ちゃんと案内板にもね日本語が書いてあるわ。
もう案内が書いてありましたわ。144時間。それでは行ってきます。ということで中国入国完了いたしました。めちゃくちゃ早かった。一瞬で終わりましたね。過去一番早かったかも。質問もなかったですね。淡々と紙書いて帰りのチケット見せて終わりでした。はい、あっという間でしたね。前回ロシア行った時もね、ロシアのイミグレーションで結構怖い思いしたんでね、ちょっとビビってたんですよ最近。こういう怪しい国に来るときは。だけど今回は良かったです。ニコニコ対応ですごい優しかったんで、もうこれ気が楽になりました。入ってしまえばもう特に心配することそんなないと思うので、いやあるかな。あとね、一つ面白いことがありました。私トランジットビザの申請しないといけないんで、若干遅れて行ったんですけど、まだねターンテーブルから私の飛行機のね荷物出てきてなかったんですけど、で待ってたんですよ。そしたらね、一番最初に私の荷物が出てきました。スカイチームのねスカイプライオリティのタグついてるお客さんよりも先に出てきましたこんなの初めてエコノミーなのに一番最初だったもんな。びっくりした。ってことはなんか触ったんかな、わかんないけど、ちょっと今こんな経験したことないですね。まあいいや、とりあえずすぐ出れるんでちょっと外行きましょうか。もう見てもらったら分かる通りめちゃくちゃでかい空港なんでで地下鉄もね直結してますし、街の中心部まで、私の今回宿泊するホテルまで20キロぐらいですね。先ほども言いましたけど、こちらの重慶国際空港もねちゃんと日本語の表記がしっかりされてるので、まあ分かりやすいですよね。漢字で大体雰囲気分かりますけど。それで今回ホテルなんですけど、重慶にあるヒルトンホテル、ヒルトン重慶にですね、予約を入れておりまして、1泊1万円で取れました。で今からそのホテルに行くんですけど、ちょっと今どうやって行こうかなと思って考えてるんですが、地下鉄だとね乗り継ぎをして51分かかるみたいなんで、とりあえずもう今日ホテルちゃちゃと行きたいんでタクシーで行っちゃおうかなと思います。今時間は17時58分ですね。もともと16時55分ぐらいに到着する予定だったんで、だいぶサクサク行ってる方だと思います。はい、じゃあちょっとタクシー探しましょう。はい、3日後にこちらの空港に戻ってきて、ここから出発するんで、この重慶国際空港の様子はまた別の動画でお届けしたいと思います。超巨大ですね。でも国際線の方はねそんなに便数なさそう。やっぱ国内線がすごいんじゃないかな。地下鉄直結しててね便利だと思うんで、帰りは地下鉄で空港に来ようかなと思っております。また後々皆さんにお見せしようと思いますが、重慶といえばね火鍋発祥の、町なんですよ。で四川系の料理、辛い系ですね、麻婆豆腐とかが有名だと思うので、その辺も食べたいと思ってます。もう空港にすでに火鍋屋さんがあります。あとは重慶といえばやはり反日色がちょっと強い街でもあるみたいなんですよね。反日デモが起きると大体重慶の映像が映ってて、ニュースでも見たことある人いると思いますが、あれはニュースでの話で実際入ってみると違うってこともほとんどあるんでね、今までね南京もそうでしたけど、その辺もちょっとねお伝えできればなと思っております。今からね空港タクシーの乗り場に行くんですけど、やっぱちょっと強い勧誘が多いかな。今自分の後ろにぴったりついておじさんがいるんですけど、タクシーを誘ってきてますね。ということでタクシー乗りました。ヒルトンホテルなら分かりやすいですよね。大丈夫と言ってました。やっぱり地下鉄で行った方が良かったかな。めっちゃ渋滞してるわ。よくよく考えたらラッシュの時間ですよね。今これ高速なんですけど、これは失敗したかも。ということで間もなくホテル到着です。すごい、もう窓開けてるだけでなんだろうね、この山椒とかマーラー系の匂いがすごいしますね。ということで到着しました。ヒルトン重慶チョンチェンですね。はい、それで今チェックインしてるんですけど、19時半までカクテルタイムやってて、で行かれますかって言われたんで、行きますって言ったら、なんか片付けるの待っててくれるらしいです。晩ご飯食べたいですよねっていうふうに言って、食べたいですって言ったら、なんと気を利かせて私のために待っててくれてるみたいです。すごいね、さすがヒルトンダイヤモンドだ。
ということでチェックインの完了いたしました。部屋のアップグレードとかねあったんですけど、ちょっととりあえずもうラウンジが閉まっちゃうから早く行ってくれということで、荷物もね部屋に運んどいてくれるらしいです。あと10分、そんなまあ入れないんだったらラウンジ行かなくてもよかったんだけど、なんかねご飯の心配をすごいしてくれました。中国の人たちってねご飯の心配すごいですよね。いつもなんかそういう面では助かります。丁寧に荷物まで運んでくれてすいません。女性のスタッフの人がつきっきりでやってくれてます。すごいビップ待遇な気がするな。先に荷物をね部屋に置いてきてくれるそうなんで、私だけラウンジに行くんですけどすごいな。ということでまだ着いて早々部屋にも行ったようにちょっとラウンジに行く形になってますけど、どっちなんだろう。これですね、エグゼクティブラウンジ、階段上がるパターンで。すいませんね、なんか世話しないですね。久しぶりにヒルトン泊まるんですよね。あ、これがすごいサラダとかあるわ。もうちょうどよかったわ。これサクッと食べて部屋行きましょうかすごいね、充実してますわ。ということで着いて早々ですが、いきなりラウンジでご飯を食べてることになってるんですけどまあまあうまそうですね。はい、十分です。この後どっかね食べに行こうかって思ったけど、やっぱこの方が楽ですね。今日はね、ここ最近マリオットのね修行とかやってたんで、全然ヒルトンは手つかずだったんですけど、一応まだ今年私ダイヤモンドなんですよね。だからやっぱヒルトンのこの雰囲気とかなんかいいなってやっぱ思いますね。あとは対応がすごくいいですね。はい、無事に重慶について中国入国できました。炭水うまいねこれ。はい、この中国のねこの炭酸水うまいんですよ。そう。このご飯よく分かんなかったけど、なんかベーコンピラフみたいなやつで超うまいわ。これもよく分かんない湯葉みたいなやつ。このピラフみたいなやつめっちゃうまいわ。もちろんね滞在中朝食も無料なんでね、ヒルトンの朝食楽しみですね。すいません、ちょっと食べちゃったんですけど、このいちごのショートケーキめちゃうまい。なんかね中国のケーキって結構美味しくないなっていうイメージが僕の中にあって、なんかバタークリーム中心のパサパサって感じだけど、さすがヒルトンなんでうまいっすわ日本と同じクオリティぐらいうまい。あとこのなんか餅みたいなやつが、揚げ餅みたいなやつが中にねあんこが入ってるんですけど、重慶の名物なんかな。めっちゃうまいですね。なんかポン・デ・リングのアンパンみたいな感じ。あとねヒルトンのエグゼクティブフロアの宿泊のお客さんはこのバッテリーが無料で使えるらしいです。モバイルバッテリー。ちなみにですね、今回エグゼクティブフロアにアップグレード28階の部屋になりました。まだ部屋見てません。楽しみですね。今回最安値の部屋で1泊1万円で取ってるんですけど、ありがたいですね。漢字で書くとこうなんですね、エグゼクティブフロアって。あ、角部屋だ。2809。あ、これはすごいね、久しぶりだ。ということで部屋に入りました。あ、広いね。今回ツインの部屋なんだね。はい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 、素晴らしい。なんか久しぶりにちょっとテンション上がりました。テレビはサムスン製ですね。まあ椅子やらソファーやらありまして、まあスイートではないですね。角部屋ですけど、スイートじゃなくて全然いいです。あと景色もねすごいですよ。ちょっと反射しちゃってるけど、奥にはもう大都会のビル群が見えますね。長江っていう川があそこに流れてまして、まあ皆さん聞いたことありますよね。大体大きな川沿いにいろんなね文明が発達するというか、
大都会ができやすいんですけど、で長江が流れてて、あそこら辺すごいんですよね。もちろんね後日行こうと思ってます。あとはまあお水が4本あって、こっちの方が多分有料ですね。でトイレとバスタブがちゃんとあるタイプの、はい、シャワールームになっております。素晴らしい。アメニティもね全部しっかりありますね。今の時間20時前ぐらいなんですが、これでようやく部屋に入って、一段落ということで、ちょっと空港からのタクシーが時間かかっちゃいました。1時間ちょいかかったんで、地下鉄と変わんなかったなと思って、で料金の方が69元でした。アリペイで払いましたけど、100元で2000円として2100円とかか。2000円以下で来れてるからよしとしましょう。冒頭も言ったと思いますが、中国最大の都市プラス世界最大の人口を誇る町なんですよね。一つの市に3200万人以上が住んでるっていうね、世界最多人口の町なんですよ。はい、現在はねビジネスシティということで、いっぱい中国の大企業の本社があったりとか、外資系のね会社もあるみたいなんですが、もともとこのさっき説明した通り、長江という川が流れてて、中国の文化が結構芽生えた場所みたいなところで、もともと元祖の中国人の人たちが多く住んでるのがこのね重慶ということになってるみたいですね。このチャンネルでは結構中国の街ね攻めたりしてるんで、ね、今年だと南京とかね、あと動画で結構皆さんに好評いただいたのは遼寧省、大連、瀋陽、丹東とか、もちろんね北京、上海もそうですし、ね、今回乗ってきたアモイ航空の拠点があるアモイとか、あと広州、上海の上の方のねとか昔も行きましたけど、こちらの重慶に関しても非常に興味があった街でね、いつか来ようと思ってたんで、今回久しぶりの中国シリーズということで、皆さん結構好きだと思いますので、はい、来てみました。今日含めて3日間滞在なんですが、もうこれで1日終わっちゃったんで、あと2日ですね。次の移動するまでの間にちょっと見たいなと思ってたところをね、いくつか見てね、皆さんにこの動画でお届けしようと思っております。多分全部見切れないです。街もすごいでかいのでね。ちなみに日本人の方ね、重慶もトランジットビザで入国できるエリアの一つとして入っております。144時間以内であればトランジットビザで入国することができるエリアに指定されています。で、内陸の町なんで、周り海とかも囲まれてないですし、ちょっと離れてるんですよね。重慶という名前はね、聞いたことある人多いと思うんですけどね、チョンチンですね。久しぶりに動画を作る側の人間としてもですね、なんか見どころ多いところに来たなっていう感じで、ちょっとテンション上がっておりますので、明日からね、全力で、残り2日しかないんですけど、はい、いろいろ見て回ろうと思います。せっかくヒルトンに泊まってるんで、ジム行きます。ジム行って、シャワー浴びて、今日はもう寝ましょう。すごい広いな。よく見たらプールもありましたわ。おー、すごい。こんな感じなんだ。こっから景色見れるわ。すごいね。なんか中国っぽい感じする。当たり前だけど、なんか太極拳みたいになってますね。めっちゃいるわ、人。めっちゃ踊ってる。これなんか組体操とかこうマスゲームみたいな中国の人たちって、ね、北朝鮮もそうですけど、なんかこうあるんですかね、共通するものが共産圏には。あんま日本では見ないですよね。体育大会ぐらいしか。今日はこれで寝ます。終わりです。おやすみなさい。おはようございます。本日は2024年11月の1日、今私は中国の重慶市に来ております。それで昨日重慶に到着して、今翌朝になりました。で、今日は一日ですね、たっぷり時間ありますんで、かなり見どころの多い街なんで、私の今回の短期滞在、トランジット滞在では多分全部見切れないんですけど、ちょっとポイント絞ってですね、皆さんが好きそうな場所にちょっと今日は行こうと思いますんで、とりあえず、今ヒルトン重慶ホテルにいるんですけど、ヒルトンの朝ごはん食べてから外に出かけます。それではこちらが朝食会場です。すごい豪華そう。広いですね。混んでるな。
今日は一日動き回る予定なんでがっつり食べときましょう。サラダも充実してますね。素晴らしい。食べるものがたくさんあります。餃子もうまそう。こっちはヌードルとかですかね。さすが何でもあります。うまそうだね。ということで朝ごはんこんな感じで持ってきました。この重慶辛麺、これちょっと呼び方名前間違ってると思いますけど、これがめちゃうまそうですね。はい、辛そうです。あとサラダとか、なんか焼き小籠包みたいなやつとか、焼き餃子ですね。こうなんか焼き餃子が少ないはずなんですけど、中国はほぼ水餃子だと思うんですが、ここは焼き餃子がありました。それじゃあいただきます。この気になってる名物を。めちゃくちゃ辛いわ。すごいね。山椒の辛さがすごいですね。これが重慶の味なんでしょうね。味はめちゃうまいですね。辛いもの好きにはたまらない。台湾ラーメンより辛いですね。もうちょっと台湾ラーメンに近い味がしますね。それではね、ホテルを出発して最初の目的地に行こうと思います。今からね、歩いて行こうと思います。で、どこに行くのかというと、重慶のね、見どころ観光スポットの一つにも多分なってると思うんですけど、モノレールがね、マンションの中に突っ込む駅があるんですよ。これ結構見たことある人いるんじゃないですかね。そこをちょっと生で見てみたくて、そこにまず行きます。で、ホテルから歩いてね、15分ぐらいの場所に駅があるんで、もう簡単だったんで先にそこに行きます。ちょうどホテルの目の前にね、重慶市体育館とかがあって、でかい公園みたいになってるんですよね。平日なのに人がいっぱいいますね。重慶市はめちゃくちゃ発展してるんで、地下鉄だけでも何路線あるんだぐらいあって、そのうちのね、1号線2号線がモノレールなんですよね。日本の日立製のモノレールが走ってるみたいで、それも乗りに行きます。みんななんかダンスをやってます。久しぶりに中国本土に来てるなんか実感がありますね。この雰囲気が中国っぽいというか、すごいローカルな感じの場所を今歩いてます。もうこの道まっすぐでそのマンションに突っ込む駅があるんですけど、モノレールがちょうど歩いてる途中で見れたんでちょっと見てきますけど、これモノレールですね。こんな感じで街中を走ってるんですよ。駅が見えてきました。この水色のマンションの下が駅なんですよね。てかマンションの中にモノレールが突っ込むんですよ。こちらが重慶メトロ地下鉄2号線の駅です。地下鉄ですけどモノレールです。見てもらったら分かる通り、これ下が駅なんですが、上はもう一般の人が住んでるマンションですね。で、この反対側からの景色が結構すごいので、今からそれを見に行こうと思います。こちら今2番出口なんですけど、向こう側に行くにはちょっとどうしたらいいんだろうな。一回回らないといけないかな。まだね、正面の方じゃないんですけど、今途中で見つけたんですけど、こんな感じですね。マンションの真下にモノレールが入ってくるんですよ。今ちょっと電車が過ぎちゃった後だったんで、もう一本ちょっと来るの待とうと思いますけど、それでこっちが正面の方ですね。すごいわ。思ったよりもでかいんですね。どこまでが駅か分かんないぐらい。下はお店になってんだね。ここからが一番そのビルに突っ込むモノレールが綺麗に見えるということで、中国人の、ね、人たちも観光スポットとして人気なんですよね。すごい人がいっぱいいます。景色いいですね。ちょっと何本かどれぐらいの迫力があるのか、この上なんですけど、すごい人だな。ほぼほぼ中国人だと思いますね。モノレールを見るために集まってるんですよ。よくよく見るとすごいとこ走ってますよね。日本のモノレールよりも一段階高いところ走ってる感じがする。大丈夫なんかな、ああいう崖のとこに柱を埋めても。おー、これですよ。
お、反対側から来ましたね。結構長い編成ですね。これが入ってきますからね。おー、すごいこの発想がすごいですね。ずっと見てられますね。そしてマンションの中に入っていくと。ビルの高さは8階9階ぐらいですかね。その中の上に、駅があるっていう感じですよね。これが重慶モノレール。こういったモノレールとか地下鉄の駅がこんだけ人気っていうのはすごいですよね。観光バスとかも来てるもんな。すごいですね。こういうところでもライブ配信を結構中国はやってる人多くて、いろんなところで見かけますね。独自の中国独自の SNS があるんですよね。インスタとかツイッターみたいな。これは面白いからいくらでも見れますね。ということでこんな感じで今見てもらったと思いますけど、これが重慶のモノレールですね。かなり人気の場所なんで訪れた方は1回ぐらい来ると思いますけど、なかなかない光景ですよね。見応えがありました。すごい混んでてね、写真撮るの大変なんですけど、来るのはここお金も何もかからないんでねよかったら来てみてください。それでは実際に重慶モノレール乗ってみます。駅の中はやっぱり普通の駅ですね。マンションっていう感じではないです。この上がマンションっていう感じなんでね、ちゃんとエスカレーターあるんで楽です。駅の中はね、お土産屋さんが多いですね。各フロアになんかパンダとかのあれがありますけど、今こちらの駅にいるんですけど、次ね見に行こうかなと思ってるのはこちらの平安駅。ここのねカーブがすごいらしいんですよね。ジェットコースター級みたいな。ここもこの今の駅と同じぐらい人気があるらしくて、であとこの動物園も行こうかなと思ってます。で駅降りてすぐ目の前が動物園で、ここにパンダがいるらしいんで、ちょっとそんな感じで今日は今から動きます。それでは今から乗ります。で今ね窓口で切符買いました。1日券でね18元です。もうめんどくさいんで買っちゃいました。毎回ねこのアリペイとかでも乗れて最低で3元だったかな。距離によって変わるんですけど、18元分乗るかどうか分かんないんですが、この方がもう乗りより楽なんで買っちゃいました。現金でもアリペイでも WeChatPay でも買えます。ただねこれは窓口じゃないと買えないみたいですね。このモノレールに乗るにもね一回保安検査を受けないといけません。重慶モノレールはだいたい5分から6分、4分それぐらいの間隔で走ってますね。先ほどこのマンションに突っ込むシーンを撮ってたのはあっちなんですけども、一駅ちょっと逆に戻ってそこからこの駅に入ってくる瞬間っていうのを見ようかなと思います。駅の中はすごい綺麗ですね。ホームドアですし先進的ですね。先ほど自分はこの下のところで撮影してました。こんな感じの景色なんだね。このモノレールの1日乗ってるだけでも楽しそうですね。ほとんどの人はここで降りるんですね。運転台はこんな感じになってますね。ちょっと全面展望的な感じで見れるのはないですね。これがちょっと邪魔で、多分これより1個古い車両が多分三菱製なのかな。それ乗っておきたいですね。ちょっと次の駅で降りて来るまで待ってみましょう。時間はたっぷりありますから。あとモノレール加速がすごいですね。速い、めちゃくちゃ速いわいやー、こんなキワキワというか住宅の近くを景色素晴らしいですね。これはめちゃ楽しいわ。皆さん重慶モノレール乗った方がいいですよこの大都会ですからね。それをこんな感じで走るんだ。東京モノレールに近いなんか感じはあるんですけど、でも全然こっちの方がなんかワイルドな感じがしますね。はい、もう着きました。一旦降ります。
扶途端 Doors will open on the right. When sitting, please stand clear of the doors. やっぱ新しいやつはこの車両の顔が中国っぽいなんか車両の感じですよね。ちょっと いわゆる安っぽい感じというか、古いタイプの方はなんか日本の電車の顔してるなと思いました。ちょっと私はそんなにマニアじゃないんでニュアンスで話してるだけですけど。やりました。古いタイプの車両が来ました。これが三菱製かどうかちょっと分かんないけど乗ってみましょう。うわ混んでるね。やっぱ向こうに行くやつはみんな乗りたいんだね。前でなんとか全面展望が見れそうな感じです。前方到站李子坝站，列车将打开右侧车门。The next station is 李子坝。Doors will open on the right. 李子坝站到了，右側車門。正面から見るとあんな感じなんですね。逆から正面に入った方が迫力あるかもしれないですけど、なんか思ったよりもって感じでしたね。外から見た方がいいのかもしれないですね。でこのままちょっと先に進んでみます。车門處擁擠，請上車的乘客往車廂中路走。剑之家品牌狂欢节低至2.5折，用爱陪伴。剑。 The next station is 曾家园 Doors will open on the right. Passengers for line 10, please get ready to alight. 各位乘客，非紧急情况，请勿触碰报警。これはすごいね。景色が违者将被追究法律责任。素晴らしい。它这个水好哎。自分が行こうと思ってた平安駅と逆の方向に乗ってましたんで、もう一回戻ります。つまりマンション駅に、突っ込むシーンをちょっとね見れると思うんで、また先頭から見てみましょう。やっぱり人気なんですね。ダメですわ。もう前は見れないと思います。こんだけ人が集まって、もうみんなカメラ持って待ち構えてます。マンションに突っ込むシーンはやっぱみんな撮りたいんですね。皆さん YouTuber 顔負けの必死なこの撮影の感じが面白いです。さっきよりも人が増えて、もう撮るの不可能だと判断しましたんで諦めます。すごい1号車だけ乗車率です。はい、間もなく先ほどのマンション駅ですけど、もうなんか車内がすごい盛り上がっております。ちょうど真下がさっき写真を撮ってた場所ですね。おー、人がいっぱいだ。はい、入りました。まもなくですね、平安駅という場所なんですけど、そこの前後どっちの駅か分かんないんですが、すごい急斜面のジェットコースターみたいな区間があると聞いたんで、アメリカのシカゴの地下鉄メトロ並みのなんか直角で曲がるところがあると、これ多分これですね。ほぼ90度に曲がる。減速してますね、だいぶ。これだ。すごい急ですわ。曲がってそのまま駅なんだ。駅ではない。これですね。すごいですね。平安站到了，右侧车门打开前，请不要触摸车门，以防加傷。それでは重慶モノレール十分楽しみましたんで、今からですね、この先の動物園駅で降りて、ちょっとパンダをね、せっかく中国にいるんで見に行こうと思います。重慶動物園はね、中国の中でも格式が高いのかな、なんか三大動物園に入るとか聞きましたけど、楽しみです。多分めっちゃ広いんだよね。あんま全部見れないな。だいぶもうこれだけで今日まだモノレールしか乗ってないんですけど、もうお昼になっちゃいますからね。
列车将打开右侧车門。ということで重慶動物園着きました。モノレール駅から直結してるんで非常に便利です。今お昼ぐらいなんで空いてるかなと思ったんですけど結構混んでますね。ということで重慶動物園のチケット買いました。こちらで買えるんですけど、なんとねアメックス、ビザ、マスター全部カード使いました。アメックスで支払いました。25元です。先日アフリカでゾウやらキリンやらライオンは見たんでパンダだけちょっと見に行きます。にゃーそれでは中に入ります。海外の動物園は台湾の動物園ぶりかな。今年頭の方に行ったかもしれないな。分かりやすくていいですね。もう入り口入ってすぐのとこに、熊猫って書いてパンダなんですよね。のあっちですよっていう風に案内出てます。みんな目当てがパンダなんだよねきっとね。日本だと絶対ダメだと思うけど中国はね動物園の中でもタバコ吸えるんですよね。他のものは一切見ずにパンダだけ行きます。こっちですね。別に自分がパンダがねめちゃくちゃ好きかって言われたらそこまでなんですけど、特別感ありますよね。あとは日本人の人がねパンダを見ると発狂するぐらいパンダパンダパンダってなりますから、ちょっとネタとして行きます。階段めっちゃ多いですね。お遍路思い出すわ。結構広いですね。だいぶ歩きますよこれ。ありましたパンダ。このフロア全部パンダなんでこんな感じなんで、まあゆとりある感じで見れると思います。ここが重慶動物園のパンダエリアですね。目の前にいますわ。普通に外なんだね。こう壁とか何にもないんだ。向こうにもいますね。全部で5、6匹いますね。たくさん見れるのは、日本では無理だと思うんで、来る価値はあると思います。あとはね明日土曜日なんで今日金曜日なんですよ。土日はやばいと思いますね。中国の人たち土日はもう家族総出でファミリーで出かけるっていうのが文化なんで、今日来といてよかったですわ。ということでこんな感じで重慶動物園のパンダ終わりです。次行きましょう。とりあえず動物園を出ました。一旦ホテルに戻ってちょっと休憩してから夜ですね夜景の綺麗な川沿いの方とか、あと晩ご飯食べに出かけようと思います。いやーちょっとやらかしました。今ホテルの前でね降ろしてもらったんですけど、動物園からねタクシーで乗ってきて車の中にねカメラ忘れたんですよ。座席に置きっぱなしにしちゃった。で今なんとかアリペイで支払いしてたから、アリペイはね払った人とチャットできるんですよね。アリペイで払ったんで連絡先載ってるのと、あとチャットができるんでねチャットを送ったらすぐに返信来て戻ってきてくれるそうなんでよかった。もう今日撮影したデータ全部なくなるとこでした。あとドライバーさんが親切で気づいてくれてよかった。なので今降りた場所で待ってます。はい、すぐに今ドライバーさん戻ってきてくれました。よかったです。しかもいい人でした。はい、よかったよかった。ありがとうございます。いや中国人の人でもね結構いい人いますからね。ちょっとホテルの近くのこういったローカルなとこで昼ご飯を食べようかな。その重慶名物のものを食べたいんで、今日も朝食べましたけどね、重慶辛麺みたいな。ということでこんな道端のお店に今入りました。これ重慶辛麺みたいなやつですね。これなんて読むか分かんないんだよね。でも今日朝食べたやつとほぼ一緒だと思います。で辛さの、度合いを聞いてくれたんであんま辛くないようにしてもらいました。匂いはめっちゃいいですね。はい、それじゃあいただきます。すごいこれでね1杯7元ですね。めっちゃ安いすごい量があるわ。わーうまそう。重慶の麺はかなり細麺なんですね。これはうまい。辛さを抑えてもらったらめっちゃ辛いですけど、でもすごい山椒の辛さで八角とか入ってないんで多分日本人の人好きな人多いと思う。食べやすいです。
それでホテルに戻ってきて今2時間ぐらいちょっと休憩したんで、これからね晩ご飯を食べに街の中心部というか一番華やかな場所、海宝区という場所とブラブラしに行って終わろうかなと思っております。夜景のね絶景スポットとか、あと旧市街の方も今から行こうと思います。今から私が行く海宝区までは3キロぐらいですかね。ホテルからもうタクシーで行きます。それで街の中心部ですね、海宝区、もうすでに人がいっぱいたくさんいますけど移動してきました。この辺にやっぱ高級ホテルが多いですね。ハイアットとか、この目の前のこれはウエスティンホテルですね。今ちょうど夕方5時ぐらいなんですけど、まだちょっと夜景には早いんですけど、その前に晩ご飯をね食べちゃおうかなと思います。混む前にちょっと一人でサクッと火鍋とか食べたいなと思ってて、多分ねお店激混みなんですよね。予約した方がいいとか書いてあったから、特にお店は決めてないですけど火鍋を食べたいです。わーすごいな。もうこの辺だけやっぱ違うね、雰囲気が。大都会すごいな。さすが3200万人住んでるだけあるね。お店は山のようにあるので適当に何か入れたらと思うんですが、ちょっと迷いますよね、こういう時ね。ここもすごいわ。フードコートなのかな。目がチカチカするな。すごいわ。うわーすごい。目がチカチカする。すごいな。ちょっと台湾のフードコートとかとは雰囲気違いますよね。ほんと火鍋屋さんばっかりです。両サイド全部火鍋だもんな。これメルキューレホテルですね。どこにしよう。きれいめのなんか別に値段が高くてもいいんで火鍋屋がいいですね。この2階のなんかきれいめな火鍋屋さん入ってみようかな。30年続く火鍋の店、多分ね重慶以外の中国の国内にあるとは思うんですけど、入ってみましょう。おー来ました。早速すごいでかいな。ちょっと値段気にせず結構頼んじゃったんですけど、食べたいものをすると思います。5000円ぐらいいったかも。こちらのソースとかを自分で作るタイプですね。はい。なんだライスあったんだ。俺ないと思って今チャーハン頼んじゃいました。ということで頼んだものがどんどん来ました。なんかこのコリコリした野菜が美味しそうだったんで、ちょっと何かは分かんなかったんですけど頼んだのと、もう今タレは自分で作ってきました。でこれ牛肉のこれ1人前ですねと、肉団子と白菜とかもやしとか、あとまだちょっと来ると思いますけど、そうこれがどれぐらい辛いかがね分かんないですよね。3段階あって一番辛くないやつを今お姉さんがね全部翻訳しながらやってくれたんですけど、でも辛そうだよね。飲み物スプライト頼んだんですけどなんかめちゃでかいやつが来たんですけど1.25 俺間違えたかな。いやでもこれしかなかったはず。まあいいや、これで12元だから250円ぐらいか。それでも安いよね。すごいね。重慶で本場の火鍋ってこんな感じなんだね。油がねめちゃくちゃ多いです。ほぼ油みたいな感じですね。それじゃあいただきます。めっちゃでかいけどこれ全部飲んだらやばそうだね。あれですね、鍋が仕切られてるんで食材が混ざらなくていいですね。そこはもう肉だけとか野菜だけとかで。なるほど、それは意外とやりやすいですね。はい、それじゃあいただきます。めっちゃうまそうなんですけど、ごまだれみたいなやつですね。
めちゃうまい。ただね、超辛いなんかチンタオで食べた時もすごい辛かったんですけど、同じぐらい辛いですね。チャーハン来ましたけど、めっちゃでかいパン、3人前ぐらい。これでね18元だった。まあまあ安いんじゃないですかね。うわ食べきれないな。チャーハンいただきます。ちょっと気になったんですけど、このコリコリしそうなやつ何なんだろう。ちょっとよくわかんないけどコリコリする野菜ですね。美味しい。ということでお店を出ました。念願の重慶で本場のね火鍋が食べれたんで、まあ今回はもう満足です。はい、とりあえずちょっと移動しましょうやっぱりさっきの火鍋がすごい辛くて汗が止まらないです。街のモニュメントも唐辛子だもんな。目の前に見えてるのが解放記念碑かな。この後ろ姿だけ見るとちょっとなんかニューヨークっぽいような感じしませんか。すごいね。多分この辺が夜ねビルがピカピカに光るんだと思いますよ。あとちょうど今ハロウィンなんですけど、意外とねいますね。特に若い女の子、ゾンビ衣装とか血のりつけて歩いてる子とか、顔にメイクしてちらほら見かけます。まあ東京よりかは少ないと思いますけど。それでは今から本屋丼っていうね、なんか夜景が綺麗に見えてちょっと旧市街みたいになってる場所があるんですけど、そこに行ってみます。本当に人が多いわ。もう特に夕方だから。あと歩行者天国も超広い。すごい建物があるけど、これが何だかよく分かりません。おそらくもうこの辺が川沿いの栄えてるところだと思いますが、もう火鍋屋さんだらけですね。人がいっぱいすぎて歩くのが結構大変。なるほど、こういう川沿いで飯食えばよかったかな。こういうところで火鍋食べれるんだね。目の前に見えてる木造のなんか旅館というか、ちょっとしたお城みたいな建物、そこがね結構有名で、ちょっとこの川の下の方に降りていくとすごい綺麗に見えるんで、今からそっちに行きます。すごいですよ。本当かどうかは分かんないんですけど、ジブリの千と千尋っぽいということで、これちょっと著作権的にどうなのか分かんないですけど、勝手に書かれてますけどまあ確かにそんな雰囲気はありますよね。9分みたいな感じです。ちょっと台湾のこれは楽しいですね。川沿いのこういうおしゃれなコーヒー屋さんでゆっくりするのありですね。ちょっとこれやってみようかな。なんか中国式耳かき、なんかマイクロスコープで自分の耳の中見れるらしいです。ということでおばちゃんたちの口車に乗せられてやることになりました。耳かけで30元ですね。このカメラで見ながらやるってやつで、まだ入れてないですけど、ちょっと見せるとちょっとモザイクかけないといけないかもしれないぐらい。はい、だいぶ暗くなったんですけど、やばいっすよこれ、めちゃくちゃ綺麗。これはすごいな、重慶すごいな。下まで降りるのも結構大変ですね。混みすぎてて、平日なのにすごいですね。人がいっぱいすぎ。ちょっとかなり人が多いんでなかなかうまく動けないんですけど、こんな感じになっております。下まで降りてくると、さっき上にあそこいましたけど、これはすごいね。ようやくここまで来れました。すごい迫力。これは来るべき場所でしょうね。ちょっと見づらいと思うんですけど、ここのビルがね、マリーナベイサンズみたいになってるんですよ、シンガポールの。そこも行こうと思ったけど、こんだけ人混んでたらちょっともう無理だわ。ということで
実際にこの建物の中には飲食店とかカフェとかいっぱいあったんですけど、ホテルも入ってるみたいで、最初ここにね宿泊しようと思って宿をね選んだんですけど、やっぱり人気で全然取れなかったです。1泊1万5000円ぐらいで、まあ普通ぐらいのホテルの部屋だったんですけどね、これいいなと思ったんですけど、もう全然予約は取れなくて諦めました。あとこの反対側、こっちもすごい綺麗ですからね、高層ビル群があってすごいですね。重慶はちょっと来てみていろいろ良かったなと思いました。ということで今回こんな感じで重慶に来てみたということで、動画1本でまとめたと思いますけども、本当はねまだ見どころたくさんあります。行ってない場所もいっぱいあるんですけど、今回重慶モノレールとあとここと、パンダも見れたんで満足しました。トランジットでね寄る分にはかなり満喫できたんじゃないかなと思います。日本からだったらね直行便が関空から青森航空で出てますし、あとトランジットビザで144時間なら滞在することができますので、もちろんビザも取っていけますけど、はい、そんな感じで重慶の滞在駅でした。次回ですね中国を出国するところからお届けしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。